どうもこんにちは、経験ボックスの佐賀です。こないだね、ベースオタク向けの海外の掲示板見てたらちょっと面白いのがあって、日本人がネックプレート変えたら音が変わるとか言って変なもん売ってるプゲラ、そんなもんで変わるわけねえだろプゲラみたいな、そんなこと書いてて、バカかこいつらと、変わるに決まってんだろうがみたいな。変わるんですよ、ネックのジョイントプレート変えたらって僕は思ってる派なんですけどね。ちょうどこの前ヴィンテージみたいな音がするアレルギーフリーを目指したジョイントプレートを作ったんですよ。そしてそれリリースしました、ロージエから。はい、サージカルステンレスネックプレートっていうモデル名にしたんですけれども、こいつをね比較したいなということで、今回はネックプレート新しいの作りましたよって話と、こんな音になりますと、そしてネックプレート変えたら音が変わるんだぜということを証明するための動画でございます。海外勢見ろよ。海外勢ってそんな大層なもんじゃねえけどね、俺たち。ということで、今回の動画で一番面白いところはこのプレートを比較するところなんですよね。これウーフィーベーシズのクラシックシリーズなんですけれども、一般的なね中国とか日本とかでよく出回っているネックプレートを使っています。これとあとはヴィンテージ1964年の本物のプレート、そしてフリーダムの重いやつ、トーンシフトプレートですね。それと今回うちから出したロージエのサージカルステンレスネックプレート、この4つ実際に比べてみようかなというふうに思います。音だけ聞きたいよっていう人はピピッとスキップしちゃってくださいということで本編のそもそもネックのジョイントプレートって何ですかっていう話があると思うんですけど、これです。はい、ここについてるプレートなんですよね。フェンダーのスタイルの楽器にはこれ大体ついていて、ボルトオンの時にはよく使うんですよね。ただボルトオンでもブッシュっていうね、もっとプレートじゃないので自由な形にしたい時とかブッシュ使うんですけど、その場合はねないんですけど、こういうねクラシックなスタイルの楽器には大体ついてます。エキゾチックとかそういう新しめの楽器にはこのプレートはあんまり使わないです。でも当然ですけど、フェンダーとか、もしくはフリーダムのフェンダーのレプリカとかウーフィークラシックとかね、こういうヴィンテージを目指したモデルについてはこういうねプレートを使っていますということなんですよね。でこの重さとか厚さとか調べてみたんですよ、僕の手持ちの楽器とかをメインにして。ちょっとねそのデータがあるんでお話ししたいんですけどね、いっぱい計量したので重さ順に話します。フェンダープレシジョンベース1964、これ重量 36g で厚さが 1.5mm でした。はい、そしてフェンダーカスタムショップマスターグレードジャズベース1997、97年製の本気でヴィンテージを作ろうって言ってカスタムショップが頑張って作ったもの、これのネックプレートが重量 39g、 厚さが 1.6mm で、アレバコッポロのプレートが重量 40g で厚さ 1.6mm、 全部 40g 以下なんです。ここら辺までがこのウーフィーベーシズのクラシックシリーズについてたプレート、これ一般的に出回っているものとほぼほぼ同じものです。これが重量 48g で厚さが 2.0mm、 厚さが 2.0mm になるんですよ、ここら辺から。で重さもちょっと上がると。でフェンダーの MIJ シリーズのジャズベース、これが重量 50g で厚さ 2.0mm、 ほぼほぼ同じですよね、中国のものと。フェンダーカスタムショップのジャズベース、最近のものですね、重量 50g で厚さ 1.9mmです。で、スクワイヤのジャズベース、重量 51g で厚さ 2.0mm で、フリーダムのトーンシフトプレートっていうものがあるんですけれども、2mm の厚さのものが 51g で 3mm の厚さのものが重量 77g と、全体的な傾向をちょっとお話しすると、ヴィンテージは薄くて軽いんですよね。でよく出回っているものはもうちょっと厚くて重いんですよ。それをもっと極端にしたのはフリーダムですよね。なので多分一般的に出回ってるベースについているネックプレートの多くは厚さが 2.0mm もしくは 2.5 もありました。はい、で重さがだいたい 48g とか 50g とかそこら辺になっているだろうというふうに思います。で、このデータを考えた上でロージエどういうスペックにしたかっていうと、重量 36g で厚さは 1.5mm です。この数字はヴィンテージと同じなんですよね。はい、ここを同じにしたらある程度同じ結果が得られるだろうというロジックでやっております。だから一般的なこのプレート、ヴィンテージスペックのものに変えたらよりヴィンテージっぽいなりに近づくだろうという期待を込めた製品だということ、そしてそれを今から証明しましょうっていう動画ですね。で作ったのがこのロージエのサージカルステンレスネックプレートという製品なんですけれども、厚さが 1.5mm で重量が 36g。 この製品に関しては実はテーマが2つあるんですよね。1つはヴィンテージっぽいなり方をしてほしいと、普通のベースのプレートと変えることでよりヴィンテージっぽいなり方に近づきますよと。このネックプレート変えるっていう手法はフリーダムがやってるわけなんですけれども、あれは重くして変えていく手法なんですよね。でもこれは今出回ってるものをより薄くもっと軽くしていくっていう
ものなので、少しそこら辺は毛色の違いがあるかなというふうに思います。そしてテーマのもう一つは、金属アレルギーに不安がある人でも使いやすいものということなんですよね。金属アレルギーって結構ミュージシャンの人でも多くて、それを理由にして金属アクセサリーつけられないとか結構いるんですよ。で、金属アクセサリー問題って実はギターでも同じなんじゃないかっていうことで今回着手したのがこのプレートなんですよね。本当はね、弦とかブリッジとかも全部やりたいんですけど、ちょっと一旦こいつから始めていきます。それのために素材はサージカルステンレスっていうものを使っていますね。具体的に言うと SAS316L というものです。僕頑張って調べたんですけど、これのいいところって表面に酸化膜ができることなんですよね。金属アレルギーって皮脂とか汗とかが金属を溶かして、それがイオン化して皮膚とかのタンパク質と結合するらしいんですよ。結合したものを異物として反応しちゃうっていうのが金属アレルギーなんですって。このステンレスは表面が酸化膜で覆われているので、そうした反応が起きづらいということなんですよね。だからアレルギーが起こってはいけない、例えばね、手術用のメスとかはサージカルステンレスと呼ばれるもので作られているんですよね。サージカルって外科のとか、そういう意味があって、だからサージカルマスクとかコロナの時聞きませんでした？あれがまさにね、同じ意味です。サージカルっていうのはサージカルステンレスって呼ばれているステンレスはいくつかあって、 SAS304 とか SAS316 とかあるんですよね。で、今回僕たちがこれに使った SAS316L っていうのはそれらよりもちょっと高価な高い金属なんですけど、なんでこれがいいかっていうと、もうちょっと安い、さっき話したようなものだとどうやらね、塩水とかそういったものからダメージを受けやすいらしいんですよね。でその結果酸化膜が壊れて金属が露出して金属アレルギーの元になるイオン化が起こってしまうみたいなことだったんですよ。でも SAS316L っていうのはより塩とか、そういったところに強い金属として売られているものなんですよね。だからもっと強いんですよ。ものとしても強いし壊れないし、酸化皮膜も全然壊れないっていうものが SAS316L っていうものなんですよね。もしかしたらオーバースペックかもしれないですけど、僕たちがやりたいこととしてはそういうことなので、これをちょっとお金出して採用しました。ちょっとね、値段は上がっちゃったんですけど、でもより安全な方がいいじゃないですか。これで金属アレルギーをやっつけようというのが2つ目のテーマですね。なかなか触るところじゃないんですけどね、でも少しでもそういう方向でなくしていきましょうということです。だから体に優しいブランド、ミュージシャンの体をケアするっていうコンセプトを持っているロージエから発売してるんですよね。価格は5500円です。はい、これ早速比較していきたいんですけれども、今回比較するもの4つ用意しました。まずは流通量が多い普通のプレート、重量が 48g で厚さは 2.0mm です。2つ目がフリーダムのトーンシフトプレートで 3mm のタイプです。厚さがこれの重量が 77g ですね。結構重たいです。3つ目に用意したのが1964年製のフェンダーのベースのプレートですね。はい、これは 1.5mm で重さが 36g です。そしてこのロージエのサージカルステンレスネックプレート、こちらが重量 36g で厚さが 1.5mm となっております。この4つかなりね特徴が違うと思うので、弾き比べてみようかなというふうに思いますね。分かりやすく開放弦だけで弾いてみたりもするので、よく耳を澄ましてチェックしてみてください。全然違うので。はい、ということで聞いてみてください。
はい、ということで引き比べてみました。いかがでしたでしょうか。相当マニアックな企画だなと思って、ロージエの G 弾いてるあたりでそんな比較あるみたいな。いやでもちょっと面白いですよね。多分もっと正確にやろうと思ったらちゃんとねこうマシンが弾いたりしなきゃいけないと思うんですけど、まあそこら辺ちょっと勘弁してくださいって感じですね。音の違い僕は弾いてて結構感じるんですよね。確かに傾向としてヴィンテージとロージエはまあ一番近いところにあるなっていうふうには思うんですけど、聞いてみたい皆さんにとってはどうでしょうかっていうところがちょっと知りたいところあるので、ぜひぜひねコメントしてみてください。そしてこのロジエのサージカルステンレスネックプレート、簡単に変えられるっていうのはすごくいいところなので、ぜひぜひ皆さんが持っているベースから変えてみてください。そしておすすめなのがちょっとこう重さ測るやつ買ってきて、実際自分のプレート何グラムなのかとかそれ調べて、こういう音の傾向あるなとか言って楽しむのがおすすめです。そういうのが面白いじゃないですか。あとね、何気にこのプレート2枚重ねてみるとかもちょっと面白いです。僕高校生の時とかやってたんですけど、プレート買ってきて今ついてるプレートにもう1枚重ね付けしてみるんですよ。そしたらね、面白いのは音変わるんですよね。そういうのが楽しいんじゃないかなと思います。このチャンネル見てる皆さんはね、もう正真正銘のオタクなので、そこら辺もね遊んでみてください。このプレート、ロジエのプレートね、5500円で売ってます。はい、ちなみにね、このフォントサイズあるじゃないですか。これね、ヴィンテージのシリアルナンバーみたいに入れたんですよつってねやってますわ。ぜひぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますということで、本編終わり。実はね、これアレルギーフリーでみたいな、アレルギーフリーって言っていいのかな、アレルギーにこう不安がある人の不安を少しでも解消していくものとして作ったわけじゃないですか、このプレート。これやろうと思ったきっかけが1個あって、それが何かっていうと、ルカのハンドオイル知ってます皆さん僕ハンドオイル作って売ってるんですよ。でそのハンドオイルが医療用シリコンオイルを使って作ったんですよね。でこのシリコンオイル使うと何がいいかっていうと、医療用なのでやっぱりアレルギー反応が起こりづらいものとして作られているものなんですよ。それを使って使い心地サラサラで無香料
料でパッて使ってパッてギター弾けるよみたいなハンドオイル作ったんですよね。ミュージシャンってこうテレビに映ったりメディアに映ったりする仕事なのになかなかケアをしてくれないよねっていう、もっとケアした方がいいよっていうので、作ったものなんですけど、これがミュージシャン以外の人になんか好評で、何かっていうとですね、アレルギーにやっぱり不安がある人ってやっぱりいて、これ金属アレルギーに限らずなんですよ。あらゆるもののアレルギー心配しなきゃいけないっていう、だからそういう意味でアレルギーに心配がないように作ってますよっていう製品はやっぱりいいんだって言って何回も買ってくれる人がいて、そんなことあるんだと思って、僕はただ何の気なしに、無香料だしいいやと思って使ったんですよね。そのシリコンオイル使ったんですけど、なんか思わぬ結果が出て、つってアレルギーかみたいな。でミュージシャンにもよくアレルギーの人いて、ジョイントプレートについて考えてたんですよ、ある日。ジョイントプレートって重さ違うのかなみたいな。海外の掲示板とか見てて、なんか日本人が変なネックプレート作って言ってるわみたいな、それ見てちょっと笑っちゃって、変わるっしょみたいな。変わるっしょって言うのはあれですけど、でも変わるじゃないですか、今聞いていただいた通りで。それでいろんなデータとか見てて結構面白かったんですよね。ネックプレートいろんなとこが作ってて、チタンで作られたプレートとかもあるんですよ。ちょっと面白いじゃないですか。でもそのヴィンテージのデータとか見て、自分のねコッポロ持ってきてコッポロのプレートも測ってみたら、と思って、ヴィンテージ寄りのプレートなわけですよ。そうなんだみたいな。でも最近のフェンダーカスタムショップとか見ると全然そんなことなかったりもして、結構ねこのデータ面白かったんですよ。ロジエのこのネックプレートの説明文の中にいっぱいそういうの書いてるんで、ちょっとよかったらそれだけでも見てみてください。面白いから。ただここだけアレルギーフリーにしてもやっぱ難しいじゃんっていうのはありますから、やっぱりこの弦、ステンレス弦とか多分いいですよねあれで。ステンレス弦の手触り嫌なんだよなっていう人はステンレスのコーティング弦とかすごいいいと思うんですよ。エリクサーから出てるじゃないですか。あそこら辺とかいいと思うし、あとこのブリッジですよね。これステンレスで作ったらもういいんじゃないっていうやっていこうかなと思うので、これが好評だったら。でもやっぱただアレルギーに安心ですだけだとちょっと弱いじゃないですか。いや俺アレルギーじゃねえしみたいな。でもそうじゃない人にも魅力があるものを作ろうかなと思って作ったのがこれなんでね、よかったらコメントしてみてください。この製品のね感想というか、皆さんがどういう風な意見を持つのか結構気になるんですよ。いい意見くださいって言うんじゃなくて、いやそんなんいらないと思いますよみたいな。アレルギーの人ってほぼいないんで、そんなことよりこっちやってくださいとか、あれやってくださいとか、なんかそういうコメントでもいいので、ぜひぜひね教えていただけたらなんて思っております。皆さんのコメントがこういう製品とか僕たちの会社の風土とか文化とか、作っているのでね。ギークインボックスなんですけれども、YouTube の他にも Twitter とか Instagram とか Facebook とかいくつかのソーシャルメディアやってるので、よかったらねチェックしてみてください。ギターショップトニックっていうチャンネルもあって、そちらもやっております。今は店舗は GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウル、そしてトニック横浜に少しずつ広がっているので、皆さんもぜひぜひねそれぞれの店舗遊びに来てみてくださいなという感じでございます。今回みたいなオタ企画全然やってるので、コメントでねこれやってほしいとか言ってください。シールドの長さ比較とかコンデンサーの比較とか、そういうのやってるんで、ヘッドの重さがどうのこうのとか、こんなのやってるチャンネルなかなかないですよ。で皆さんのコメントでそういうの作れるので、これ見たいんすよねみたいな、やってくださいみたいなアイデアいっぱいくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。